小枝まで全部かけてるわけじゃないんですよね。もうね、随分枝がもう落ち着いてきてますからね、かけなくても小枝がもうその位置に止まってる場合ありますからね、それはそのまんま使ってるということでね、かけない場合も結構あります。ここまで木ができてきますとね。どうしましょう、カメラさんにちょっと寄ってもらって、ここのところをね、ちょっと皆さんにちょっと分かりやすく説明したい針金の使い方がありましてね、この場面ですがね、これ今枝がこの枝が立ってるんですよね、上にね。はい、でこれを針金でかけてまで寝せなくても一つ方法がありまして、この枝をもう針金かける時にこれ立ったまんまですとちょっと立ち枝が強すぎますんで、これを横枝にするっていう方法があるんですよ。どういうことかっていうと、もうこれ巻く時にもうすでに枝をねじってしまうんです。そうするともう横向いちゃいますから、そうするともう余分な針金をかけなくても枝がその場で止まりますから、こういうことも一つ皆さんちょっとやってみていただければ分かるんじゃないかなと思います。そうしますともうこうやって枝がね立ってるやつがこうねじることで横向いてしまいますから、これでもかける必要ないんですよね。ある程度こうやって落ち着いてしまいますから。そうじゃないとこの枝がこの上へ立つようになっちゃったんですね。でもこう針金で枝をねじることで針金を不必要にかける必要はないということの一つの例ですね。だからかけるために全部かけるんじゃなくて、できれば必要のないところはかけない方がいいですよというのが針金のかけ方の一つですから。棚の配置が終わって、はい、大体充実してくるっていうか、はい、見どころになるのに3年ぐらいかかる。もう3年ぐらいかからないですよ。これで針金引きましたからね、今年の秋にはもう随分充実しちゃいましてね、展示会出しても違和感ないんじゃないですか。作ったっていう雰囲気が消えますから。でもう今年の秋でこの今かけてるような枝の針金も外してももう戻らなくなりますからね、すごく落ち着きのある状態になっていくと思います。今年の後半にはやはり2度ぐらいかけないと枝っていうのは落ち着かないんですよね。前にも話してると思うんですけど、コメツガとかエゾマツですとね、2度ぐらいじゃとても枝が収まらないんですが、ゴヨの場合はね2度もかければ大体枝収まりますから。話戻りますけど、その棚の充実っていう意味ではゴヨとか黒松とか、はい、なんか違いがありますかね。いやそれは違いなんていうのはないんですよ、別に充実するってことに対しては。時間的なものがそんなに時間はだから種類によって時間が違うわけじゃないですから、やはりみんな同じですから、時間ってものは。だからそんな時間の問題はあんまりないと思いますよ、長いとか短いとかってことは。ただ木のその性質上針金が効きづらいっていうことでゴヨなんかだったら2度もかければ大体いいですけど、コメツガエゾの場合は枝によっては3回ぐらい矯正しないと枝が跳ねて戻ってしまうというようなことありますからね。
こんなところでね、一応針金は今かけ終わりました。はい、それでですね、この枝の使い方なんですがね、これ非常に皆さんから見るとね、不自然な枝に見えてしまって、もし現物を見てらっしゃる方がもしいたとしたら、私なら取っちゃうかなとか、出ている位置が内側みたいな変な位置で不自然だなというふうに思われる方がいるんですが、木の全体の木姿を作る時には不自然な枝だとかで取るとか取らないとかってことでなくて、全体の木姿を作る上で必要だったら残すというふうに、木作りの場合は枝を残すことにはそういうふうに考えてますので、理屈ありきで枝を取るということはあまり考えない方がいいかもしれないです。理屈で言ったら確かに不自然なんです。でもこの枝がなかったらもう木の全体のバランス、美しさっていうのがなくなってしまいますから、それでこれを今かけてるもう最初の段階でやってるんですが、少しこの付け根からすると上上げてきてるんですよね。上こういうふうにこれを平らにしてしまったら、またこの全体のバランスっていうのは取れなくなります。だからそういうことを全て考えながら針金をかけていくということなんですよね。よくね、ものの本には平らに枝をしなさいって書いてあるんですが、それは基本的な話であって、全てをそうするという意味じゃないもので、その辺はちょっとまたいろいろね、かけながら考えていただければ、新しいものが見えてくるんじゃないかなというような気がしますよね。だから先ほども申しましたけれども、やはりここでちらっと後ろ枝が見えるようになって味が良くなってるんですね。でもまたここは同じように、ここで正面枝取りながらもまたここに一つ正面枝残ってるんですよね。でもこれは今取れないんです、やっぱり。これも将来取れるかというと、ちょっと取れるかどうかがこの枝に関しては微妙なところありましてね、正面枝だから取るっていうふうに、この枝に関して、この木のこの枝に関しては言い切れません。将来にわたって残っていく可能性もあります。だからその辺も木の持ち味によって枝ってものは残していくんですよということを一つの参考にしていただければなと思います。まあ先ほどから見ると随分木が締まりましたね。こうやって見ても分かる通り、やはりこれを2年前に想定してたわけですよね。こんな木姿にしたいなっていう、まあそれが今こうなったわけですから、やはり盆栽っていうのは持ち込みなんですね。こうやって見ますとね。で、頭の部分も前回よりもずっとまとまり良くなってきました。やはり樹幹部というものは全体の流れの中で作っていくもので、ここに芯を立てたりとかして作っていくものじゃないので、だからこの枝が非常に役割が大事だったんですね。だから最初にちょっとこの枝も撮影の冒頭でいじってましたけども、もうこうした方がいいなっていう想定のもとにいじってたわけですよね。だからそれがもう結果としてこうやって見ていただければ、まあ、なるほどなというところで理解していただけるのかなというようなことを感じました。何か質問あれば言ってみていただければと思いますが。これでまた、2年3年経ちますよね、はい、そうするとまた抜くと枝が出てくる。いや、それがね、だから先ほども話しましたが、この照明枝は抜けないんじゃないかなという気がします。それともうね、抜く枝っていうよりも今度は枝張りが大きくなったら小枝の部分で抜いていくっていうことじゃないですか。もう大きな枝もう今回抜いちゃいましたからね、随分。そうですね。はい。今回もこれだけ大きな枝抜いてるんですから、もうこれが最終的な大きな枝の抜く限界じゃないかなっていうふうに思ってます。これからはまあ枝が充実していきますので、小枝の部分で抜く枝は当然出てくると思います。当然芽数も増えますから、まあ、そんなところでこれからの木作りは過去よりもまあ非常に難しいところがなくなってきたんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね。非常にこうね、バランスが取れてきましたね。まあ過去の動画を見ていただければね、また皆さん同じ木なのって思われるかもしれないですけど、やはり2年という歳月は盆栽をこうやって作るっていう一つの例だと思います。だから考え方でしょうね。やはりね、木作りはいろいろこうだっていうことじゃなくて、この木の持ち味は何なのかっていうところを見て、それを引き出すっていうのが私どもやってる考え方で、理屈ありきでは入っていませんから、そんな一つの例になったんじゃないかなと思います。これで、2度目ですかね、2度目です。針金かけて、はい、そうするともうこの後っていうのはもう
だいぶ今度針金っていう、かけるということは、はい落ち着いてくるともうだんだんしなくなってくるというか。そうですね、盆栽で維持管理していく上で針金をゼロにするわけにはいきません。でも前回よりも針金が減ってます。もう3分の1は減ってると思います。でもこの次になってくるともっと針金の量が減ります。ってことは枝が落ち着いてきてますから、よっぽどじゃないと立ち枝とかこういう長い間延びしたような枝ってのはもうできませんから、だからそのためには水とか肥料の管理をどうするかってことでも変わってきますから、その辺をねやっていただければもうこれで崩れるってことはほとんどないんじゃないかと思いますね。だからこのまんまこれから3年後もしねまた見る機会があったとしたならば、あれ3年後でもまだあの姿維持してるんですね、それも針金かけてなくもこうなるんですねっていうことがまた見ていただける時もあるかもしれないです。そんなところの一つの例として今回はやらせていただきました。あとまた何か、この後、なんていうんですかね、ハサミを使うっていう作業になると、はい、どの辺からそういうハサミを用いた手入れってなってきますかね。ハサミを用いたってことになって結局新芽が伸びてきたりとかですね、いろんなこれからそういう場面が出てきますので、その時にはやはり芽を止めるところは止める、またはいろんな方法があるんですよね。だからそれはだからこれからの課題としていろいろその時に応じてやっていくってことで、ハサミ作りになるかって言われたらちょっとそこまでは一概には言い切れません今のところ。ただ針金の量は明らかに減らすことはできます。もうこれでおそらくこの次の時にはこの幹芯にかかってる針金っていうのはなくてもこの枝でも止まってますから、それとも枝先だけでいい。その枝先も今回でも相当これ枝先細かくかかってませんからね、随分かかってない枝があります。それでもこれだけ枝がまとまるんです。それは先ほども説明しましたように、立ってる枝を針金かけて寝せることで針金をかけなくても済むようになる。こういうテクニックも針金かける時にはあれば覚えていただければ非常に参考なんじゃないですか。それはやってもらえば分かりますから、ねじってみるってことなんですね、枝をね。そうすると立ってたものはねじることで横向きますから、そしたらもう横向いたら針金かけなくも自然に芽が上がってきてきれいになりますから、そんなこともねきっとまた経験されればいいんじゃないかなと思うことで先ほどちょっと見ていただいたんですがね、非常にね前回から見たのまとまったんじゃないですかね。あとこの五葉松のこの葉っぱをよれというんですか、なんて表現したらいいんですかね、先の方に行ってこうよじれるみたいな、これってちょっと別な話なんですけども、それって癖なんですか。これはね、前回すごくよじれてました。よじれてる。で、この去年の葉っぱにまだよじれてるんです。よじれてる。おととしの葉っぱ。で、去年の葉っぱから治り始めてるんです。ってことはどこに原因があったかというと土なんです。土ということと、あとは根詰まりがしてた。じゃあ根詰まりした木が全部葉がよじれてしまうかというとそうじゃなくて、根詰まりによってよじれる癖のある木とそうじゃない木とあります。それとあとはこの木の場合には植え替えることによって葉を治すことができたんですね。だから最初の葉っていうのは本当にこうよじれてひどかったですから、それが去年の新葉を見ますとほぼこういう包んだような綺麗な葉っぱになってます。でおそらく今年もその葉になって、一昨年のこの古葉が取れた時には綺麗な葉になると思います。だから葉はよっぽど質がなくてもともとよじれる性質のものであれば仕方ないですけど、そうじゃない限り植え替えとかいろんなことで治すことが可能な場合もありますから、それはやってみらっしゃるときっと植え替えたら確かに治ったよということもあるかもしれないです。だから必ずその植え替えるときに土の問題もあるんですが、その辺を上手にやればよじれもなるんじゃないですか。これなんか治ってきてますからね。また、その中でまたなんかこう今植え替えということをおっしゃったんですけども、そういったよじれた場合、植え替えのなんかこう、コツみたいな、それはコツって言いますかね、
ちょっとまたこれから他の木を植え替えをちょっと動画で撮っていただきたいと思いますので、その辺でちょっと説明できるかと思いますので、はいはい、また、次回、お願いいたしたいと思います、はいありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、失礼いたしま失礼します。